こんにちは、狼子です。さよです。シティスカの続き、人口2万1000人からだよ。3つ目のタイルで石油業と林業を始めたところだね。今回は3つ目のタイルを中心に人口密度を増やす実験かな。目標の人口10万人に向けて密度は高めたいからね。早速地区を増やしていこう。ここは思いっきり都会にする構想だし、住宅も高密度だね。でも単身者向けなマンションしかないのも変だよね。昔ながらの低密度住宅もちょっとは欲しいところだ。ということで、川沿いを低層区画にしよう。広い土地が取れる場所は5番目で機能的な区画に。地形が複雑なところは自然と調和する区画にって感じだね。現実は知らないけど、ゲーム的には都合がいいね。街の拡大はサクサク、作り込みは細部でじっくりだ。いいほど作り込んではないし、未だに曲線も描けないけどね。というところで、次のマイルストーンだ。人口2万2000人、壮大な都市。アンロックされたのは太陽熱発電所。鏡で太陽光を集めて、その熱で発電する方式だね。環境に優しい発電所の鏡だ。と言っても、今の風力発電とそこまで変わらないんだけどね。ちょっと安い代わりに水を使うとか、トレードオフの関係だね。地熱発電所とか、いつの間に解禁されてたんだろう。1ヶ月半ぶりくらいのプレイで、記憶がすっ飛んでるね。シティスカも面白いんだけど、新作の誘惑には勝てなかったよ。とりあえず、最新型の太陽熱発電所を置いてみよう。最初のタイルの左上の端っこです。ゴミ処理場とかもだけど、こういうのはどこに置くか難しいよね。リアルに作れるほどの知識はないし、ゲームのことだけ考えると、住宅以外には隣接しても良いんだけど、それはそれで敗北感があるね。排水管や電力網は帯域無限だし、車の交通量は現実よりシビアだから、現実の再現をやり出すとまた難しいんだ。前も言ったけど、現実との際に苦しむよりも、そういう異世界だと割り切った方が幸せになれそう。人口が増えて、ゴミ処理も間に合わなくなってきたね。収集しやすいようにちょっとずつ分散して処理してるけど、一個一個場所を考えて調整するのも大変になってきたね。タイルごとに場所をまとめるとか、管理しやすい形を考えた方がいいかな。新しいタイルでの渋滞も少しずつ発生。いろいろ手直しが必要そうだ。まずは渋滞を片付けよう。高速道路から降りるところ完全に詰まってるね。これはラウンドアバウト前の T 字路が悪いね。全体設計が悪いというより細部の実装ミスかな。今日からここは通行禁止です。急がば回れ。ここの渋滞は解消できたかな。右側も同じ作りになってるから直しておこう。お次はゴミ処理のリサイクルセンター。一つだけでも地面が変色する汚染が出ちゃうんだよね。汚染の分散や収集効率を極めるなら分散して建てたいけど、場所の調整が大変だから何軒かまとめて建てちゃうよ。陸の汚染を軽減する技術はまだ出てないんだよね。もしかしたら条例はあるかも。でもそれくらいだね。メンテが終わったので開発を進めるよ。都会に足りないものはなんだ？そう、IT クラスターだね。少ない人数で電気をいっぱい使うと稼げるらしい。ゲーム的にはお金より雇用が欲しいから嬉しくないね。それでも一箇所くらいは作ってみよう。こういう飛び地になると電柱を引くのがちょっと面倒だけど、やはり公園は全てを解決する。景観絡みで、そういえばユニーク施設って作ってなかったね。1ページ目のはなんか癖が強いんだよね。他のページもチェックしてみようか。デパート、使いやすそうじゃん。変だぞ。
軌道エレベーターを作るために置かないといけないみたいだよ。公園系これは普通に使えるね。と思ったけど、メッセージ性が強い。巨大タワーはまた軌道エレベーターの限定施設か。この先はエンタメ系かな。今まで全然意識してこなかったけど、観光客を受け入れる効果もあるみたいだね。街に馴染むものは作ってみようか。どう考えても街に馴染まないものから置いたね。北条の大神殿って名前だから農地の近くに建ててみたよ。農地への日当たりを悪化させてるけん。太陽の反対側だからセーフ。壮大。これを作るためにかかるお金を農業の研究に充てればいいのに。わしが農業を発展させたわしの功績を後世まで伝えるためのモニュメントを作ろう。暴君の応募を後世まで伝えるモニュメントがこちらになります。近代的な街にはハイパーマーケット、略してハイパーです。日本のお店の略称ってスーパーとかコンビニとか変なのばっかりだね。最初のタイルにはデパートを置こう。急に郊外に出現する大型店舗。一軒だけだと寂しいし、小判ザメのように近くに出店する店舗も作っておこう。言い方。富の像。これは IT クラスターに置いておけば間違いない。ユニークの公園は大学の隣に置こうかな。ブランコがあって子供向けっぽいけど、いいと思います。そんな感じでユニーク施設を取り入れ始めたところで今回はおしまい。次回はまたタイルの購入かな。それではご視聴ありがとうございました。